こんにちは、近藤美蔵です。今年の冬至は、アセンションが始まった2012年の冬至から、ちょうど10年の節目で、大きなステージアップの時であるということを以前お話しいたしましたが、最近になって実際に変化が起こっている人たちが増えてきているようです。運命の節目には、通常では起こらないようなことが起きたり、落ち込むようなことが起こる場合があります。そのため今日は、冬至のゼロ地点にフォーカスをした、運命の節目に現れる5つの変化についてお話ししてみたいと思います。このチャンネルは皆さんが次なる次元へスムーズに移行するサポートを目的として配信しています。それではシリウス中継、スタート。物事はすべてゼロ地点から始まります。ゼロ地点とは24時間で考えると深夜0時であり、1年で考えると一番日が短くなる冬至です。ゼロ地点は陰が最も極まった地点で、次の瞬間から陽に向かってエネルギーが動き出します。それと同じように運命が変わるとき、私たちは何か暗くなったような、あるいは重くなったような感じを受け取ります。それは運命のバイオリズムがゼロ地点に入っているため、陰が増えたように感じるからです。なんとなく気持ちが重かったり、晴れない気分が続くかもしれません。光を探そうとしてもうまく見つけられなかったり、自分がどこに向かっているのかもわからなくなるかもしれません。しかし、私たちが本能的に自然界のサイクルを知っているように、今が真夜中であるということを感じると、朝の訪れを準備をしながら待つようになります。真夜中が過ぎて陰から陽へベクトルが変わると、現実は変わっていなくても新しい流れを感じ始めます。ふとした瞬間に新しいビジョンが見えたり、夢に現れたりするかもしれません。それは今まで見えていたものとは違うビジョンで、意外に思うかもしれませんが、それに関連するメッセージやキーワードがさらに入ってくることで、受け入れることができるようになる場合もあります。新しい流れが少しずつ動き出すと、自分の心が変化していきます。今までと同じ場所にいても、なんとなく違和感を感じたり、ここではないような気がしたり、これまで興味のあったものに突然と興味を感じなくなったり、これまで意味を感じていたものに意味を感じなくなったりします。現実の変化が起こる前に体調の変化が現れることもよくあります。それは良い状態に変わるというよりも、体が重く感じたり、不調や症状が現れることが多いです。その理由は変化に備えて古いものが体から出ていくからです。その症状は突然できたものでなく、体の中に眠っていた手放すべきものが表に現れたのです。病気の発症を機に価値観から全てが変わるほどの大きな転機を迎える人もいると思いますが、大きな症状であるほど大きな変化の訪れの時であると言えます。新しい始まりの前には古いものが終わります。
運命が変化するときに現れる最も大きな現象が人間関係の変化です。身近にいた人とのつながりが突然終わりを迎えようとしているなら、変化の訪れを感じてみてください。そして変化を認識したら、離れゆくものは執着を捨てて手放しましょう。私たちは人間関係を通してたくさんの学びをしています。そして人との縁は運命のステージごとに入れ替わります。もし必要なつながりであるなら、運命が変わってからまたあなたのもとに現れるでしょう。運命が変化に入ると、自分の意思でなく多動的に、そして強制的に運命を変えなければならない状況が訪れる場合があります。強制的に引っ越すことになったり、会社を辞めることになったり、その時は運命を嘆いたり不安になったりするかもしれませんが、実際強制的な変化が起こったらスピードを要することが多いため、とにかく運命が導くままに知恵を使って最善の選択で動きましょう。不思議と困難な状況を何とか切り抜けることができるため、見えない力がサポートしていることを感じられるかもしれません。以上が運命の節目に現れる5つの変化です。運命が動くとき、最も暗い中を通り抜けていきますが、心配しなくても大丈夫です。あなたが次の場所へ正しく移動できるように、いつもよりも守護存在が働いています。人が離れたり、強制的に何かが終わってしまうと、辛い気持ちを味わうものですが、すべては守られた上であなたのために起こっています。大切なことは、それを何かや誰かのせいにしないこと。自分のために起こっていることを理解して、古い世界を手放して、次に進んでみましょう。今日のお話は、今回の冬至のタイミングだけでなく、人生の節目に起こりやすい変化です。今、変化を迎えている方や、これから変化を迎えられる方のポジティブな力になれば嬉しく思います。それでは、シリウス中継を終わります。